はい、皆さんこんにちは。着物 SK の健太郎と押本聖子です。よろしくお願いします。今日はなんと本が完成しました。じゃじゃじゃん。その名も着物 SK プレゼンツ帯結びです。見てください、この表紙。素敵ですね。綺麗じゃないですか。も素敵です。この写真のレソリューション思ってたのができて感激してます。で、裏表紙もハリオさんのスポンサーのもと完成しました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。軽くなんですけど本見ていきたいと思います。はい、まず表紙ですね。表紙アナさんです。皆さんこの表情いいんじゃないですか。でこの、ね、着物の色もちゃんと出たのでフォトグラファーとしても満足です。で、チャプターガイドいきます。チャプター1から10に分かれてまして、この色はこの横の本の色とリンクしてます。今自分がどこにいるか何を見たいかがすぐに分かるようになってます。でこの本についてチャプター1ですねから文化と、あとは基本的な知識ですね。あと自分で着物を着る着方、帯の結び方、あと振り袖を、相手に着せる着方ですね。あとは振り袖結びの1、2、3があって、最後にファッションとしての着物に分かれてます。で見てください、このチャプターページめちゃめちゃ綺麗じゃないですか。チャプターページのこの扉ページの写真は基本的に伝統的な着物の技術を紹介してます。チャプター1がまず筋ヶ原ですね。絞り染めの技法の一つで、有名な着物の技法の一つですね。代表するこの色見てください。このグラデーションの色と、あとはこの絞ってる感じ、綺麗ですね。なかなか着物以外では出せないと思います。こういう七五三のページだったり、チャプター2は友禅ですね。一番有名だと思います、着物の技法の中で。あとはいろんな紹介があって、着物の基礎知識、着物の名前も、この例えば下前であっても英語を日本語をそのまま英語にしてます。下前で英語の説明がちゃんと書いてあるので、言葉もちゃんと覚えられるようになってます。ここは他の、ネイティブスピーカーの先生方からリクエストがあって、ここは、日本語のまま英語にしてほしいという名前ですね。名前を覚えるってことですね。日本の名詞を。そうですね。いろんな本ちょっとリサーチしたんですけど、例えば帯枕を帯ピローって訳していたりとか、それは枕は名前ですけど、あれはピローではないのでちょっと意味が変わってきますね。そういうところにも配慮して長襦袢とか肌襦袢とか全て日本語をそのまま英語にしてます。なので覚えるのはちょっと難しいですけど、ちゃんとした知識が得られる本になってます。綺麗ですね。でいろんな方からコメントをいただいてますけど、やっぱり見やすくて分かりやすいっていう方が一番多いですね。大事ですよね。あとはこのお写真が皆さん綺麗ですねと、もう見てるだけで。QR コードの説明もなさってくれてます。そうですね。ですね、半幅帯に関してはこの扉ページに QR コードがついてます。これはどういうふうに使うかというと、例えばこの携帯で皆さんご存知だと思いますけど、スキャンします。でスキャンするとそのまま YouTube ページに飛びます。こんにちは。こういう感じですね。SK の押本聖子です。先生の実際に結んでる、YouTube ビデオが出てくるので、分からないことがあったら、もっと分かりやすいっていう形で、もちろん本をご覧になっても分かりやすいんですが、私がやってる手の動きとか見ることでもっと理解しやすいかなと思って QR コードも半幅帯は入れました。そうですね。ここに、はい、例えば詳しく書いてないテクニックもビデオを見ながら手を覚えるともっともっと早く分かりやすいって。半幅帯で顧問の着付けもやってます。おしゃれに着ていくっていう、すぐ着て、どこにでも出かけられるようにっていう形でその
結びも入れてます。そうですね、特にその半幅帯がこの本の中で最初の帯結びなので、まずそこでつまずかないようにビデオを作りました、QR コードですね。この本は外国人っていうか、私たちが今外国人なんですよ、ロサンゼルスに住んでるからアメリカに住んでる方々とかよその国に住んでる英語を話する方々が着物の愛好家の方がすごく多くて、その方たちのリクエストもありまして、この本を作ることにもなったんですが、それを見て分かりやすいように説明もしてます。日本ですとたくさん日本の方専門の、いわば日本語で書いてる本がいっぱいあると思うんですが、ここ海外ではございませんので、その方たちのためにフォーカスもすごくしてます。ですのでこの本を作るにあたって私はどちらかというと着物を30年以上やってるので、日本的な考えと着物の知識をもっと入れてこうだああだっていうのがあるんですが、スタッフはほとんどが外国人です。英語圏の方です。でその方たちが作ってます。でもちろん私もここはちょっとっていうのはあったんですが、基本的に私はそういうところをするっていうか見ないようにして皆さんがいわば海外の人がもっと楽しく理解できるっていう形でフォーカスしてます。いろんな方がどなたがご覧になってもすごく楽しんでいただけるかなっていうふうには思っております。もともとこの本を作ろうと思った最初のきっかけが、この場所で幸子先生がクラスを受けてまして、で帰り際に着物の本をもし作るんだったら私手伝いますよって言ってくれたのがきっかけで、着物の本かちょっとチャレンジしてみようかなって思ったのがきっかけで、その話をこの前幸子先生にしたら、あれは提案ではなくてコンプレインでしたと。私が読める本がない。幸子先生はネイティブスピーカーで日本語を少しだけ喋れるんですけど、本は読めないので、私が読める着物の本がないので、その深くまで理解することがちょっと難しいので、そういう本があったら嬉しいなっていうことを伝えてくれて、だったら作ってみようと思ったのが最初のきっかけですね。で元々のプランでは、帯結びの仕方だけを写真と文で100ページぐらいにまとめて出版しようと思ってたので、予定の期間では 3,4 ヶ月でできるだろうと思ってたんですけど、終わってみたらなんと1年かかってました。いろんなことが、パンデミック、コロナのこともあったりしたんですけど、やっぱり作り始めるとその帯結びだけのことではなくて、着物の着方であったり、その基礎的な知識も入れたいなっていう気持ちが出てきて、入ってる方がいいんではないかという。そうですね、作ってるうちにやっぱりそういう基礎知識をちゃんと書かれたある程度ですね本がないですよって言われたので、じゃあそれも入れましょうということで、結局224ページまでそう含めて、なんですよ、はい、半年のそうですね、予定が、ページが増えた分増えたり、パンデミックっていうね、コロナ禍でもあっていろんな株が流行して、撮影中ロックダウンもありましたね。スケジュールをしてるんですが中断したり、それの繰り返しを何度もしてそうですね、出来上がりましたね。やっぱなんでしょう、コロナのあれがあったので、たくさんのスタッフとかモデルさんを1回に呼べなくて、本当だったら多分3人4人1日モデルさん来てもらって、ヘアメイクさんも2人3人来て一気にやって写真撮ってっていう形がいいんですけど、今回は1日2人までですね、午前中1人午後1人というペースでやったので、もし10人モデルさんがいたらそれを5回繰り返すという形でやらせていただきました。そうなんですよ。またそれをやってる途中にまた中断だったりもう何度もありましたね。そうです。でモデルさんの一人が急性盲腸になってしまったことで、その時はちょっと分からなくてね。そうですね。撮影の準備をして着付けを始めて、
具合が悪いってことで来たのをまた外してまた切るわって言ってまた来て、結局最終的には外したんですけどね。できなくて振袖着せて袋に結んでギュッて結んで出来上がりそうになったら調子悪いので座っていいですかって、いいですいいですって座ってもっと悪くなってしまったんで、その日はお帰りになって脱いでお帰りになって、で後からお母さんから聞いたらその後良くならなかったので病院行ったら急性盲腸炎でしたと。救急で病院に行かれたら私たちが締めて調子悪くなったのかなと思ったらそういうわけではなかったです。病気でした。基本的に締めてはいないのでそんなにそうですね。あと翻訳です。この翻訳に予想以上の時間がかかりました、っていうのは、この翻訳に3人、私を含めて3人の人間が携わってます。まず先生が書いた、文を私が理解をしてその英語をしゃべれる着付けの先生、幸子先生に伝えて、でそれをもう一人ベスさんっていう乗ってるもうスタッフに乗ってるんですけど、その方プロの翻訳の方でその方に英語で伝える。でその着付け師たちが話してるものを着物のこと全く知らない一般の方が見ても分かるような英語にしてます。理解ができるかっていうそうですね、いうことを多少一番の大事にしま知識があるしたので、方が見るのと全く分からない方が見るのと、英語変わってくるので、日本語と同じように、なのであんまり知識がない方が見ても分かりやすいように入りやすいように作ってます、であと完全じゃないんですけど、できたものを他の方に読んでいただいて 2,3 人の方に読んでいただいて、分かるかどうかっていうのを確認したり、そうもう一番大事なのはこの本をお買いになっても意味が分かんないとやっぱりちょっと寂しいので、好きでね買う人もいるんですよ、愛好家の方とかね。そうですね、世界中に。でもやっぱり着物好きなので着たい、締めたいってできることをやりたいっていうのがあったので、そういう方たちのために、一応間違えた知識を持ったまま着付けをするっていうよりも、着物に携わるっていうよりも知識を持っていただいて、でその上で、伝統は伝統、スタイリングする、モダンはモダンっていうふうに考え方を変えていただいて、でも着物をね一番大事なのは楽しむっていうことがすごく大事なので、それをすごくね、喜んでおります。着物の世界に入るエントランスとしては、親しみやすいような本になってます。あともう一個時間がかかった理由としてはレイアウトですね、本の中。もともと出版社がレイアウトとかっていうのはしていただけるので、こっちから写真と文を送ったら向こうで並べ替えてくれて、これでできましたよ、こっちは確認して、じゃあここ直しましょう、これで OK 出版しましょうって形なんですけど、一般的にはこれバイリンガルブックで英語と日本語が入ってくるので、アメリカの出版社で日本語が分かるスタッフがいるところがまずなかったんですね、なので日本語と英語なんですよってお伝えしたら、うちはできませんって言われたので、もうだったら、こちら側でレイアウト全部決めてから出版する状態で送ってくださいって言われるんですね、なので写真並べて文並べて、でその本のこのプリントにちゃんと適した写真のレソリューション、画質に合わせたものを作って送りました、そこにまたちょっと時間かかりましたね。最後は寝ないでやりました、楽しかったですね。頑張っておりましたね。お疲れ様。はい、お疲れ様です。でこの本は今ですね、どこで買えるかと申しますと、amazon.com で買えます。日本ではなくてアメリカの Amazon で購入することができます。あとは、出版社の bookbaby.com のブックショップから注文もできます。そちらでは、アメリカ国内はもちろんインターナショナル、ほとんどの国にインターナショナルシッピング対応しているので、日本もできますし、南米もできますし、あとこの前トルコの方から注文したいとお話があったので、トルコのもできることが分かってます。本当に今肩の荷が下りたというかそうですね、これから
一応制作終わったので、これから売り込みですね、マーケティングそうですねに力を入れていきたいと思います。はい、あともう終わる前から第2弾をちょっと次何するのっていうふうに周りの人に言われまして、まだ発表は完全にはできませんが、一応予定をしてます。メンズの着物とプラス、それはちょっと分かんないですね、内容は。はい、はい、そうなるかもしれない、そういう感じに、海外に私たちどうしても今ここに住んでいるので、着物が日本のように購入できないんですね。ですので短い帯を工夫してモダンにね着る方法とかいろいろ工夫していただけたらいいかなっていうふうにすごく思います。着物を着るっていうことがすごく私は大事かなと思ってます。若い方たちでも着れないんじゃなくてね、ある着物を皆さんおばあちゃんとかお母さんのタンスの中こう開けると結構着物入ってるじゃないですか。それをね自分流に着るっていうのも大事だと思います。ただポイントはしっかりね分かってると着崩れもしないですし、あと打ち合わせが逆になるとかそういったこともないですし、そうですね、そういったことはこちらの本にそうですね、書いてありますね。本をご覧になるともっと分かりやすいかなと思います。で最後に、ですね、この本のハッシュタグを作りました。ハッシュタグっていうのは、インスタグラムとかツイッターとか、いろんな SNS で、このあれですね、ナンバーですねに次に言葉をつけるんですけど、KSKP 帯結び、着物 SK プレゼンツ帯結びの略で KSKP 帯結びというハッシュタグをつけていただければ、こちらのインスタグラムとかウェブサイトでも皆さんの投稿をシェアさせていただきます。例えばぜひもしこれ購入した方がいらっしゃいましたら、こういうお写真撮ってハッシュタグ KSKP 帯結びつけていただければこちらでも確認できますので、ぜひつけてみてください。あとこれで見て結んだ帯とか、着付けした時の写真とかを載っけてもらう時につけていただくと、私たちも見れるので楽しみにしてます。はい、楽しみにしてます。どうぞよろしくお願いします。皆さんありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。We didn't say English. Hello, too late. Thank you.